はい、皆さんこんにちは、吉田です。はい、12月24日、とうとう Z9 発売しましたね。いや、本当にね、年内に発売する、間に合うのかっていう感じの、ね、ちょっと感じもしつつの日程でしたけど、いや、なんとか年内にっていうところで24日発売でデリバリーが始まって、皆さんはいかがでしょうか。予約はされてたんでしょうか。まあね、されてる方はなんか順次届きそうな雰囲気がありますが、あれですね、ヨドバシカメラさんのサイトを見ると、次回の納期は2022年の10月ですっていうような、10ヶ月遅れですかっていうような、これを今撮ってるね、2021年の12月末から考えると、かなり先だなっていう感じにはなってしまうわけですけど、なかなかね、今デジタルカメラ自体の数が売れないで、かつ、今回はプロ機で、かつ今は部品不足っていうところで、なかなか厳しい部分はありますよね、生産するっていうことに関して言えば。だから、ある程度納期かかってしまうのはしょうがないかなと。で、かつもう機種の特徴として、オリンピックがね、2022年初頭にあるので、そこに向けてのっていうのもあると思うので、ある程度、デリバリーの遅れっていうのはしょうがないのかなっていう感じでしたね。かくいう私はと言いますと、この、3月ぐらいからこのスペックできたら買うかもしれないとか、なんとかいろいろ言って、でも動画機能がどうなんだとかいろいろブツブツ言って、ずっとやってましたけど、実はですね、11月2日に、量販店さんの店頭で、予約をさせていただきました。その結果ですね、発売日には届かなかったんですね。ちょうどこれを撮影してる今日、届きました。というところで、実は、買ってきたので、そのご報告というのが、今日の動画ではあります。早速袋から出していいですか。FTZ2 も1個買いました。はい。で、ちょっと別のやつがね、たくさんあって、いろいろ実を言うと、この冬というか、この12月ちょっと買ったので、それもまとめてお見せしたいなと思うんですけど、もう一つが、これ、プロボトの、OCF のスヌートですね。樹脂製、ゴム製のスヌートなので、ハロゲンのモデリングランプを使ってる機種には、使えないっていうやつで、来ましたよ。とうとう。はい。Z9 になります。はい。というわけでですね、お前、また買う詐欺じゃねえのとか、これでようやく言われなくなりますね。これようやく、やっと Z 移行。だけど、F マウントのレンズしかないんで、しばらくこの FTZ をね、つけて、F マウントのミラーを外した、ミラーレスみたいな感じで、使い続けることになるかなと思います。はい。で、一応、これに付随して、一応ですね、メディア、カード関係ですね。カード関係と、あとは、一応保護ガラス、保護シートを買いました。はい。というわけで、この辺かなっていうところで、ちょっとこの冬のね、あともう一つ実はちょっとあるのは、初めてですね、ピークデザインさんのアンカーリンク買いました。動画撮るときで、たまにジンバル乗せるんですよね。ジンバル乗せると、ストラップがブラブラしてるの邪魔なんですよ。なんというかですね、バランスが崩れることがあるんで、カメラが揺れちゃうんですね。なので、それを避けるためにストラップを外したい時があるので、これをつけて、ストラップを外せるようにしようとしてるっていうのと、
あと私が好きなストラップがですね、割と細めのストラップなんですよ。カメラに付属してるストラップって太めじゃないですか。あれがね、実を言うとちょっと苦手で、太めの方がなんか肩に食い込みにくくていいんじゃないのっていうのもあるんですけど、太いのがなんかガサガサしてるのがちょっと嫌っていうのもちょっとあり、割とですね、イベントで1日取り歩いてるような時にも、割と細いストラップで、こなしちゃったりとかしてます実は。でそのストラップは今、日本に、何を使ってるかというとシンクタンクフォトのストラップなんですけど、今なんかあんまり在庫がないみたいなので、当面は、D810 につけてるやつを、共用していこうかなっていうのがあって、 D812 台あるうちの1台にこのアンカーリンクつけて、もう一つ組は Z9 につけて、でその一つのストラップをちょっと D811 台と Z9 で、使う時に、交換していこうかなっていう感じにしようかなと思っております。はい、でとりあえずですね、ニコンの F マウントに関して言うと、Z のレンズがまだないっていうふうに言った通り、まだ F マウントはメインで多分使っていくことにはなると思います。で、Z9 に関しては、使い方、スチールのカメラなんでね、別にそんな使い方考える必要も、あんまないんじゃないのって話もあるんですけど、様子を見つつ、いかんせんね、私ニコンの D810 を使った後、D850 以降 Z ももちろんですし D850 とかのニコンの裏面照射のセンサーを載せてるカメラ使ってないんですよ。でD850 が出た時に810との比較画像を見てたら、やっぱり裏面照射の方がやっぱりなんというか、原因が立ちやすいのかな、なんか抜けがいい感じがしたっていうのはあったので、そういうような特徴があるのかなっていうのも思いつつ、まずはF マウントのレンズで、今回の Z9 も使いながら、様子を見ていくような感じで、徐々に、自分がZ9 の絵に慣れていくっていう、期間を2022年の初めの方は持とうかなと思っています。そういう意味でですね、割と実践投入は焦ってないのと、いかんせん、フルフルの性能はZ のレンズをつけてみないことにはわからないっていう部分も、特に AF とかそういう部分ですよねっていうのは最終的には分かんないかもしれないなっていうのをちょっと一応自分のマインド的には保険として持ちつつ、使い始めようかなと思っています。プロ機なので、実際のね、使い勝手とか性能は使い始めたら当然文句はないはずなので、もう皆さんね、発売日に届いた方がレビューされたりとかしてますし、そういうなんかコメントを聞いてるとそりゃ不足ないよねっていう感じなので問題ないとは思うんですけど、自分の導入の仕方として、そういう感じで今いますというところですね。はいね、この冬はやっぱり部品不足の関係で、やっぱりソニーさんとかものすごいね、11月中にちょっと受注停止しますって言った機種が12月に入ってからもう生産終了になってるっていう扱いにもなってたりもするので、っていうことはモデルチェンジのサイクルからして新しい機種を出すタイミングにかぶるとか、新しい機種の方が優先とか、そういう流れの中にも飲まれてるってことですよね。特にソニーさんは型落ちの機種を残しつつの販売を続けてらっしゃいましたから、特にそういう部分が残ってるのかなと思いますけど、これね、少なからず、他のメーカー、キヤノン、ニコン、富士フイルムも、富士フイルムさんとかも、含めて、なかなか部品の確保に、苦労されてらっしゃるメーカーさんはやっぱり多いみたいなので、っていうか多いですよね。今もうこれから先、
どういうふうになっていくかなんてどの業界も分かんない状況ですから、ある意味なんというか、厳しい状況ではありますよね。で今回実は私も予約してたのをサンプル見てからとか実機触ってからとかいろいろ思ってたんですけど、予約を先に入れちゃったのは、やっぱり部品不足の関係から発売されて、使った人の感想を見てからとか言ってたらなくなる可能性、来年いっぱい買えないとかそういう可能性もありそうだなって思ってたのが、正直言うとありますと。で実は予約しちゃってました。で前の動画でも何度も言ってる通り、なんともねニコンのカメラで、ニコンのレンズをもうすでに何本かあるから、それを使いつつのスチールと動画を、共用しようとするとやっぱり今はもう Z9 しか選択肢がないですよね。なのでそういう理由が大きいです。でちょっとね高画素化したとか、いろんなところも含めてなんというか、実は11月12日に新宿にハンズオン行ってきたんですね。で実機触ってきたんですよ。本当はねその時も動画撮らせてもらっていろいろ話も聞いたんですけど、すいません、私が動画を上げてる時間がなくちょっと流れてしまいましたっていう感じで、ちょっとその時の様子もいろんなレンズつけさせてもらえたので、その時は、もしねご希望があればその時の映像もちょっと後になっちゃいますけど出そうかなと思っております。はい、はい、で、これからなんですけど、ちょっとやっていきたいなと思ってることというか Z9 を導入して気になってることがいくつかあるので、ちょっとそれの確認はしていきたいなと思っています。一番気になっているのは総画素数と有効画素数の差が大きいですよね Z9 って。でそれを、ニコンのそのハンズオンの時にサービスの方に電子手ブレ補正が入ってるので、それ以外にセンサーの余白を大きく取る理由になる機能がなかったので、電子手ブレ補正ですかってもう聞いちゃったんですけど、要するにそうですと。で 4K までは、電子手ブレ補正がオンにできますと。で電子手ブレ補正をオンにすると、画角が 93% までクロップされますと。要するにそのクロップした分と、有効画素数の外側にある余白の部分を使って、手ブレ補正をしますよっていう感じでした。で、ご回答がそういう感じでした。で、その結果を、店頭に並んだ時にちょっと設定見て確認してみたら、確かにですね電子手ブレ補正単体でも動画中に手ブレ補正効くし、結構ですねそんな狭い余白で電子手ブレ補正なんて意味あんのって思うぐらいの余白しかないんですよ。ないんだけど案外ね手ブレ補正効いてたんですよね。その状況をもう一回、実際の市販品でかつ、ちょっと自分でカメラ持ち出した、シーンで 50mm レンズあたりをつけてちょっと確認したいなと思ってます。AF 固定である一定のところで止めておいて持って歩けばいいかなっていうふうにちょっと今ちょっと安直に思ってるんですけど、そういうところですね。はい。ちょっと試してみたいっていうのの一つがそれ。あとは高感度ですね。さっきも言ったように、ニコンの裏面照射系、これも裏面照射だったと思うんですけど、裏面照射系のセンサーが初めてなんですね、ニコンのカメラで。で、今回ね、単純にその CMOS センサーっていうだけじゃなくて、積層型っていうところで、センサー自体にもロジック回路が入ってるタイプのセンサーなので、それがどういうふうに効いてるかっていうところも入ってきちゃうとは思うんですけど、実際そのノイズの出方とか、その辺の使い勝手、
多分この辺は D5、D6 を使ってらっしゃった方からしたら多分 Z9 で一番使い勝手として変わるんじゃないかなってスペックだけ見てたらね思うようなところではあるんですけど、っていうのも D6 までは2000万画素っていう画素数を抑えた状態でスピード優先になってたので、かつ高感度っていうスピード優先高感度っていうカメラだったので素性は良かったはずなんですよね。でも Z9 は今回、8K も含めて、高解像が必要になっちゃった状況の中での、カメラで、かつ高解像なカメラと同じところまでベース感度を、最低感度を落としてますよね。だから高感度も、D6 とかほど伸びてないわけじゃないですか。もうそういう検証動画を上げてらっしゃる方もいますけど、ちょっと自分としても一応その辺は自分の使い方とかでどういう風になるのかなっていうのは確認したいなというところですね。であともう一つ確認したいこと、この3つあるんで、その最後なんですけど、しばらく FTZ を使って F マウントのレンズを使っていきますよというところなんですが、端的に言って、F マウントのレンズを動画で使った時にZ のレンズほどついてこないのは分かるんですけど、どんな風に映るかなっていうところで、その映り具合を確認して、2470の F2.8 とか70200の F2.8 のレンズとかそんなに映りは悪くないとは思うんですけど、例えばフォーカスブリージングとかそういうね撮影中の AF をコンティニュアスにした場合の画角変動とかそういうのはちょっと一回見ておかないといけないのかなっていう気はしてます。っていうのもやっぱり動画用で使おうかなと思って買いましたって言ってる、富士フイルムの、レンズは、比較的そのブリージングというか画角変動というか周差変動が大きいんですよね。それもですねなんというかですねレンズによるのはよるんですけど、AF すると、そのピントが前後するのもそうなんですけど、ピントが前後するよりも、Y 極とか増面湾曲みたいなので、の変動で、画面端がパタパタするような動きをすることが結構あってですね、そういう動きが出ると F マウントのレンズはでも早々にZ のやつに乗り換えないといけないのかなというか買い足さないといけないのかなっていうことになってきちゃうので、その辺の様子をちょっと確認していこうかなと思っています。Z のレンズはどうしても動画は絶対に要求されるだろうなっていうのがあった上での作りなので、割とその辺がやっぱり抑えようとして作ってるみたいなので、やっぱりその辺の性能はいいと思うんですよ。で実際そのお店とかでお話を聞いたりとかする中でも結構ブリージングとか抑えてますよっていうふうにおっしゃるので、スチールのカメラの中ではねそんなに心配ないのかなと思うんですけど、その辺を確認したいなと思っています。あとはもう 8K 動画ですよね。 8K 動画がどれぐらいか、やっぱり8K 撮れると 4K のトリミングができるっていうところで、トリミング用のカメラかよっていう感じではありますけど、やっぱり他にやっぱり今一番なんだかんだ言って見られるのは 4K だと思うので、そうなってくると、4K もしくはフル HD ね、そうなってくるとやっぱり 8K っていうのは据え置き型のカメラとして、使いやすい、カメラ 8K が撮れるカメラっていうのはっていうことになってくると思うので、ちょっとそこら辺での存在感っていうのがどういう風になるのかっていうのはちょっと見ておきたいなっていう感じがしています。はい。ちょっとそんな感じでね、ちょっとですね、カメラの設定をしつつ、ちょっとカメラの設定はね、別の動画にさせていただこうかなと思ってます。どんな風に設定するかっていうのも、ちょっとね、
一回触ってきたし、お店でも今触れるようになってるし、他の方も設定の細かい動画上げてくださってたりもするので、参考になるのはたくさんもうすでに上がってる、情報は上がってると思うんですけど、一応自分的にどうしようかなっていうのは、もう一度考えながら、設定したいなと。で、810もそうだし、この XT3 もそうなんですけど、実はあんまり自分ね、割と深い入り組んだ設定しないんですよ。なので、割とすっきりさっぱり終わるかなっていう気はするんですけど、ちょっとそんな感じですけど、やっていこうかなと思っています。はい。あとね、FTZ も2がね、もう変えたので、しばらくはね、昔ね、ペンタックスでありましたよね、ペンタックス K01 って、K マウントのミラーレス、分厚いまんまのミラーがないカメラってありましたよね。あんな感じでね、Z のボディに FTZ 結局つけっぱなしになって、なんか知んないけど、F マウントのミラーボックスがないカメラだよねみたいな感じになるのかなと思いますけど、はい。ちょっとしばらくはそんな感じで使っていこうかなと思います。そういうわけでね、どうですか？皆さんは今年の冬は欲しいカメラあったんでしょうか？あった方は変えたんでしょうか？EOS の R3 も、ソニーの α7-4 も、α7-4 は、ね、なんというか、ちょっと他の機種をディスコンにしつつ、生産移していくように頑張りますっていう感じでやられてるみたいなんで、なんというかあれですけど、なかなかね、R3 も品薄みたいな話も聞くので、早いところ変えるといいですよね。はい。というわけで、本当に今回はね、ありがたいなと思っております。ちょっとですね、散々ね、YouTube 的にはもう上げてる方たくさんいると思うんで、上げる必要もないかなとも思うんですけど、一応個人的な記録用として、ちょっと開けるとこ一応撮っとこうかなっていう、自分がニヤニヤしてるだけの動画なんですけど、はい。あんまり手元を映すっていう、もうドタバタしてて年末ちょっと本当にこれ撮ってんの29日の夜、もう日付的には30日なんですけど、ちょっとこれがね年末最後の動画にはなっちゃうと思うんですけど、本当にね今年もありがとうございましたというところで、今年一気にねフォロワーさん増えて大変ありがたく思っております。そのねあれがそのきっかけが Z9 だったりもした部分も若干あり、そして最後に Z9 が我が家に来て締められるっていうのはなかなかねありがたいなと思うんですけど、今梱包こんなんなってんだね。いやっていうかね、カメラをね新品で買うの XT3 の2台を除いたらめっちゃ久しぶりなんですよ。その前に数年空いて GR2 を買ったかなっていう感じなんですけど、でもすっごい久しぶりですね。もう今こんななんすね。段ボール箱できっちり蓋がされている USB-C アクセサリー系の方ですね。これストラップ出てきましたね。ストラップ太いですね。一般的には太い方がいいんでしょうけどね、なんか皆さんね。電池でかいっすね。なんか話聞いてると、でかい電池でもなんかやっぱミラーレスは電池食うねっていう話っぽいので、いや大変ですね。替えの電池、今回ね替えの電池自分注文しなかったんですよね。失敗したなと思って、ちょっとねその辺も状況を見て急ぎ注文入れとかないと、実践投入し始めた時やばいですよね。現場行って電池なくなっちゃったとか、替えがないとか、出張行って充電器家に置きっぱなしでとか2個あった方がいいっていう。これね薄いっすね。なんか D3S の時もっと分厚かったもんな。チャージ何パーかっていうのが出るっていうところですね。あとパワーデリバリー USB になったのはありがたいですね。なんかこれでモバイルバッテリーにも刺さるという感じみたいですね。なんかね良さげ。こういうのいいですね。アダプターもなんか割と
前に比べたら洗練されたんじゃないっていう気がしました。わかんないけどね。前はそれこそ810の時とか、プロ機はもともと違ったって言えば違ったと思うんですけど、810はコンセントにその電池はめるとこを直接突き刺すような感じで、これ何ケーブル止めかなっぽいな。なるほどね。いやつうか最上位機種なんて久しぶりすぎるんでいかんせんね。綺麗にまとまってますね。こんな今綺麗にまとめるんですね。梱包ね、梱包大変なんですよね、本当にね。この段ボール作る人とか本当職人技ですよね。すごいよなって思いますけど、結局このまんまいろんなところに輸送するわけじゃないですか。で輸送した先で箱開けられて使うまでに壊れちゃいけないんだから、それが大変ですよね。でしかもカメラなんてそこそこ重い機材じゃないですか。なので重いものを入れて壊れない箱って大事ですよねっていうところもあり、でもなんかあれですね、このプチプチが復活してんの斬新ですね。梱包の話しかしてないけど、前割とこっちの白いシートの袋だけだったりとかしましたよね。そんなケースもあると思うんですけど、今回というわけでお前ね、箱の話しかしてねえじゃねえかみたいな、せっかくカメラ買ったのにみたいな。というわけでカメラ出てきました。本体がやば。まあね、ちょっとじゃあ Z ボディがいまいちだよって言ってカウカウ詐欺って言われなくなって大変安心できております。はい、箱がでかいよ。カメラ出てきました。対面です。我が家の Z9 ドン。どんな顔ですか。いい顔ですね。はい、いい感じですね。でも D6 とかまでに比べるとやっぱりプロ機とはいえでかいといえばでかいんですけど、ミラーレスとして見ればでかいですけど、今までのね D6、D5 とかと比べると、あっちはほらこの辺に液晶がサブモニターがあったりとかして結構大きかった印象があるんですけど、それがなくなってるし、だから結構UI としてはだから変わりましたよね、プロ機とはいえ。なるほどね。やっと来ましたよ、 Z のボディがうちに。 Z7 がダメだのなんだのいろいろブツブツずっと言い続けましたけど、やっと来たよ本当に。やっと本当に動画もスチールも撮れるカメラが来てくれて本当に良かったです。電池蓋ねよ。電子シャッターになって、実際静かになったのは良し悪しあるっていう部分はあると思うんですけど、個人的にはどっちかというとプラスになったところが、マイナスの側面もあるんですよ。人撮ってる時にシャッター音が聞こえるかどうかって今撮ったのってやっぱなるので、大事な部分はあるんですけど、どうしてもね、なんていうかな、音を出せない現場って絶対出しちゃダメなんですよ。音が小さくて困るとか、音が小さいんだからまだいいだろうとかいうことではなくて、ガチャガチャしないでってなるんですよね。そういう現場に入ると
もう音がする時点でアウトなんですよ。でこれはそういう意味で完全無音にできるので、それがいいです。何よりそれ結構実はね、個人的には重宝しますね。はい、というわけで FTZ も出しました。底面ね、三脚穴はなくなりましたけど、まあでもすっきりしてよかったですよね。ここに指入りますもんね。いやー、やっと Z のボディが来たよ、本当に。はい、というわけで、ちょっと FTZ はめちゃおうかな。はい、センサー大きいですね。35mm フルサイズです。はい。はい。出ました。はい。F マウントミラーレスボディができました。はい。いやー、やっとここまで。だからこうやって見ると結構ミラーボックスの出っ張りって大きいですね。これだけあるんですもんね、一応ね。まあセンサー面がまああるとして、まあこれぐらいあるわけで、そうやって考えるとやっぱ大きいっちゃ大きいなっていう感じはしますね。はい。はい、というわけでですね、まあ、ちょっと今日はこんな感じで、まあ、終わらせていただこうかなと思います。で、今回が、これが、まあ、今年年内2021年最後の動画になるかなと思います。はい。まあ、今年もですね、大変お世話になりました。ありがとうございました。まあ、年始が、まあ、ちょっといつ頃になるか分かんないですけど、できるだけ早めに、まあ、動画投稿して、まあ、また皆さんと、まあ、いろいろお話できたら嬉しいなと思っております。はい。で、まあ、その動画の方向性的な話もですね、ちょっとまあ、来年、また、ちょっといろいろ考えてることというか、結構人にね、お話を聞くのをしたいなっていう、なんというかですね、まあ、チャンネルがあることを結構いい言い訳にして、まあ、いろんな方にお会いできるなっていうのが、結構ね、実は思うところとしてあって、だからちょっとコラボ的なのはね、もうちょっと増やしたいなと思います。はい。本当この間ね、山屋さんの後編を公開したばっかりっていう感じにはなってますけど、本当に、まあ、どういう感じかというか、まあ、そういうね、雰囲気というか、もうちょっといろんな人に会いに行く感じの、ことをやりたいなと思ってます。まあ、どちらかというと、ちょっとまあ私の身の回りで、まあ、ちょっと面白そうな活動をしてる人とかから、まあ、会っていきたいなと思ってるっていうのが今の気持ちです。はい。そんな感じでですね、まあ、新年もちょっと、まあ、ペースがどういうふうになるか分かりませんけれども、まあ、一応動画投稿は、続けていきたいと思っています。はい。なので、まあ、またね、見ていただけたら嬉しいなと思います。ぜひですね、まあ、これを機に、ご覧くださった方は、チャンネル登録お願いします。で、なんかね、YouTube も低評価ボタンが数が見えなくなってどうなってんだっていう感じはありますけど、ね、まあ、そのような、まあ、評価も押していただけたら、まあ、実際見ますし、コメントもしていただけたら、まあ、見ますので、ぜひですね、まあ、リアクションいただけると、やっぱりやってる側としてはね、リアクションないと、まあ、張り合いがないというか、ね、そういう部分はあるので、はい、ぜひ今後ともですね、よろしくお願いいたします。はい、というわけで今年もありがとうございました。では、新年またお会いしましょう。それでは、今日はこの辺で失礼します。ありがとうございました。